こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサム花です。英語の先生と日本語の先生もしています。今日は翻訳者の1日での平均的な翻訳処理量って何ワードぐらいなのというご質問にお答えしたいと思います。2020年の12月にチャンネル登録者数が1000人を超えたというその感謝の企画としてですね、ご質問があったら受け付けますというふうに呼びかけました。でそしたらいろいろなご質問を寄せていただいて大変ありがたかったんですけれども、そのご質問の中で割と多かったのがですね、私はちょっと翻訳をやってるんですけど人より遅いんじゃないかちょっと心配ですとかね、1日だいたいこれぐらいワードぐらいしかできないんですけれども私は早いんでしょうか遅いんでしょうかみたいなご質問が割とあちこちから寄せられましたので、今日は、そういったお悩みっていうか翻訳者って大体1日何ワードぐらい平均的にね翻訳しているものなんだろうっていうことを、お話ししたいと思います。業界にもよるし一概にはちょっと言えない部分もあるんですけれども、翻訳者はですね大体プロの方でフルタイムの方であれば1日平均1500ワードから2500ワードぐらいはこなすように求められていると言われています。つまり翻訳会社に登録した時に1日何ワードぐらいできますかって聞かれた時にですね、だいたい1500ワードですとか2500ワードですとか2000ワードですとかっていうと、この人はプロとしてフルタイムで働いてるんだなっていうような印象を与えることができるということです。これが仮にパートタイムで働いてる方だったらだいたいその半分ぐらいだから1日700ワードとか700ワードから1000ワード1500ワードぐらいっていうふうに言う方が多いんじゃないかなっていうふうに思います。翻訳をもうやってらっしゃる方だったら1日2500ワードっていうと大体分量的に見当がつくと思うんですけれども、翻訳を学習中の方っていうのは2500ワードって言われてもどれぐらいって考えるんじゃないかと思うので、ちょっと分かりやすい形でお話ししたいと思うんですけれども、2500ワードってどう言ったらいいのかな。大体大学時代とかにね徹夜でレポートを書いた経験があるっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、レポートにして大体10枚とか一気に書き上げたこととかってありませんか？ワードのファイルあるじゃないですか。ワードのファイルあれの大体1ページをダブルスペースで英語で打つと大体ですけれども250ワードぐらいなので、大体2500ワードって言ったらそれが10ページだから非常に分かりやすくざっくりした形で言うと10ページのレポートを書き上げるぐらいの体力とエネルギーが必要になります。なので、1500ワードっていうと大体6ページぐらい、学生時代にそれぐらいのレポートを一気に書き上げたことがある方だったら大体体感的に分かるんじゃないかと思うんですけれども、1日10ページのレポートを書き上げるっていうのは結構しんどいですね。結構大変です。なので翻訳者はいろいろと工夫をしてですね処理速度を高める方法をいろいろ考えます。でその一つがその翻訳メモリーを使ったりとか、あといろいろ自分用の辞書を作ったりとか、こういう文章はこういうふうに訳そうみたいな自分の中である程度のパターンっていうのを作っておいて、でそういうこういう文章が出てきたらこういうふうに訳そうみたいな形で当てはめるみたいな形でね、自分の頭の中にそういうストックをいっぱい作ってで処理速度を上げようとする人もいます。で1日2500ワードっていうのは結構だから丸1日かかる仕事というふうに思います。最近ね巷で在宅翻訳者になると1ヶ月で100万とか稼げるとかってそういうようなことを言ってるところがあるみたいなんですけれども、現実的に考えてですね、仮にね2500ワードで単価が10円だとしますよね。そうすると1日25000円の稼ぎがあるっていう計算、単純計算になるんですね。なのでそれを仮に週休2日土曜と日曜はやらないってことにして単純計算でやると大体1ヶ月50万円ぐらいになりますよね。だけど週末も稼働してもう全然休みなくやるって決めたら、それでも75万円ぐらいだと思うので、ちょっとその100万っていうのがどういう形で出てきてるのか私はちょっとわからないなっていうふうに思っているんですけれども、あれですよ、翻訳者っていうのは、稼ごうと思ったらその処理量を増やすか単価を上げるかそれしかないわけなんですね。人間の力で人間の一人の単独の力でこなせる翻訳量っていうのは、スーパーマンでもない限り限界があるので、なので翻訳者としては最初は駆け出しはレート低くてもできる限り単価を上げていっ
で収入を上げようとするのが多いんじゃないかなと思います。でその他にいろいろと掛け持ちをしたりとかね、フリーランスの方は取引先が1件だけっていうと結構ちょっと危険っていうか、一つが倒れちゃったらちょっと危ないじゃないですか。なので大体フリーランスの翻訳者さんっていうのは何社かに登録してて、でその中でいろんな案件が回ってるっていう方が多いような印象です。時にはね、その1日2500ワードって公言してても重なっちゃって、もっと実際にはやらなきゃいけなくなっちゃったりすることもあるし、今日はちょっと調子悪くて全然できないっていうような日もあるので、そうですね、ロボットみたいに1日2500ワード必ずやらなきゃいけないっていうふうに思う必要は全然ないですね。私個人のお話をしてもですね、そんな1日2500ワードとかコンスタントにこなせるっていうことは私はあまりないです。仮に1万ワードの案件を受けたとしても、最初の1日2日は割とそのリサーチで時間を取られます。どういうことかというと、最初にそのファイルが送られてきた時にどういうバックグラウンドなのかとかね、リサーチをしてどういう内容であるかっていうのを調べて、そのお客さんのホームページ見に行ったり、お客さんと同業の会社のホームページ見に行ったりとかして雰囲気をつかんで、だいたいこういうような感じで翻訳するのがいいのかなみたいなのをちょっとイメージで思い浮かべてみたり、あまり馴染みのない業界であればその業界に関する知識をまず最初に頭に入れてとかね、最初翻訳し始めると一つ一つ割と調べていかなければいけない。最初の部分はでこの単語はこういうふうに訳そうかなとかって頭の中でね、こういうふうに訳そうとかって決めて、でそういう決断とか調べたりとかっていうのが結構時間がかかってしまうので、私なんかは最初の1日2日は割と時間がかかってですね、1日2500ワードなんて全然できないことが多いです。1日頑張っても1000ワードとか1000ワードいかないこともあるし、で2日目もって感じなんですけど、だいたい3日目ぐらいから内容が頭に入ってくると、だんだん滑らかに翻訳が出てくるようになって、でもう調べ物もそんなにしなくてもよくなるし、そのロジックにもう分かってくるとね、そういうのの理解とかっていうのも翻訳を進める上で役に立つので、そういった形でだんだん加速度的に処理量が上がっていってですね、で最後その締め切りまでになんとか終えるみたいな、そういうようなパターンが私は多いんじゃないかなと思います。なのでですね、そんなに1日の処理量が2000ワードいかなかった、2500ワードいかなかったとかってそんなに自分を責めることは全然なくてですね、要は期限に間に合うように提出できればいいので、その辺は臨機応変に調整をしても全然問題はないと思います。むしろなんとか1日2500ワードこなそうとしてですね、無理をして翻訳が雑になることの方が良くないと思いますね。翻訳っていうのは文字なので記録に残るじゃないですか。だから慎重に念には念を入れて、ちゃんと英文のね一つ一つの言葉がちゃんと訳出されているかとか、そういうようなことに気を配った方がいいと思います。最終的にね、その原稿がお客さんの手に届いた時に、お客さんは翻訳者が1日何ワードできたかなんてそんなことは全然もう関係ないっていうか気にしなくて、一番気にしてるのはその出来上がった翻訳の質なので、そっちが一番大事ということをね、常に忘れずに作業を進めていただけるといいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、チェッカーさんと呼ばれる構成とかプルーフリーディングをされてる方、こちらについてはですね、大体どれぐらいの処理量が普通なのっていうふうに言われることもあるんですけれども、私が以前に働いていた翻訳会社で聞いた話なので、今もうどうなってるか分かんないんですけど、私が聞いた話では、日本語の場合はですね、だいたい1時間に1000ワードぐらい、プルーフリーディング、構成チェックができるっていう前提でプロジェクトマネージャーさんは仕事のスケジュールを組んでいるみたいです。だから単純計算でフルタイムのチェッカーさんであれば、1日8時間労働としてプロジェクトマネージャーさんなんかは1日7000ワードぐらいの分量を入れるわけですね。お昼1時間挟んだとしても、丸1日働いたら7000ワードだったら無理なくできるだろうっていうふうに思うみたいです。なので、そういうノルマみたいのも考えながらやってるので、チェッカーさんは。なので翻訳の質がね、蓋を開けてみたら非常に悪くて、お直しに非常に時間がかかってしまったとか、そういうようになるとその分量をこなせないので採算が取れないということになってしまうということなんですね。
なので翻訳者さんは翻訳を提出するときにチェッカーさんにできるだけ迷惑がかからないように、チェッカーさんの負担を少なくしてね、チェッカーさんができるだけ直さなくてもいいように、できるだけ完璧な質のものを仕上げていくということが求められると、そんな感じで翻訳業界っていうのは回っていると思います。これは産業翻訳の話であって、文芸翻訳とか映像翻訳はまた別の話です。私はもうずっと産業翻訳長いのでこういうことは知ってるんですけれども、駆け出しの方はですね、そんなに分量最初はこだわらないで、質を高めることに重点を置いて頑張っていかれたらいいのではないかなと思います。それで慣れてきたらちょうど自分にプレッシャーをかけるようにね、ちょっと負荷をかけるような気持ちでちょっと分量をスピードを上げるように練習してみるとかで、そういう風にやっていかれたらいいのではないかなと思います。今回は翻訳者の平均的な翻訳処理量はどれぐらいなのというご質問にお答えしました。翻訳を勉強していらっしゃる方の少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録、メルマガ登録もよろしくお願いします。Thank you for watching. I'll see you in the next video.